ちょっとでかいよね。ドライカレー乗せよ。ダイソーで買った青竹が気持ちいいね。どうも小麦です。青竹と言いつつピンクをチョイスしたけどね。最近急に立ち上がったりするとかかとに激痛が走るんだ。歩いていると痛みはなくなる。症状を調べてみるとどうやらこれっぽい。足底腱膜炎。足底腱膜をほぐして血行促進すればいいとあったので、青竹を椅子の足元に設置。パソコンに向かっている間、青竹に足を乗せるだけで痛みが激減した。今日も私はダイソーに生かされている。日々そう感じている弱い56イソジ女が猫と掃除を楽しんでいるよ。よしひこは今日も元気だ。本日もあれを頼むよ、白様。天の声の白様です。このチャンネルではここ川沿いリバーサイド、略してカーリバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。米ぬか 50% を使ったレシピ動画や記事の分量、宇宙や古代歴史、人生について考えるポッドキャストなど概要欄にいろいろな情報を載せているのでぜひチェックしてください。さて今日の合言葉はブラックサンダー。コメント欄に書いてみて。サンキュー白様。最近僕の扱い雑じゃない？世の中には知らない方がいいこともあるんだよ。ただいま。本日はパン生地でガレットを作るよ。どうしてパン生地なのかって？うっかり酵母を入れたからだよ。厳密に言えばガレット風。ドライカレーを生地に乗せようと思ってる。フランスとインドのマリアージュ。美味しいの相乗効果だ。本日の生地も湯種と卵とマヨネーズ入り。最高のコンディションの生地だ。そもそも小麦タンパクの流通に不安を覚えて始めた湯種卵マヨシステム。もうここ数ヶ月、パン作りに小麦タンパクを使っていないことに気づいた。米ぬか入りの、しかも中力粉で作るパン。圧倒的なグルテン不足を湯種とタンパク質で完璧に補えている。ざっくり4等分にしたらベンチタイムだ。湯種とタンパク質、すごいね、ミーチョさん。Majinko Hodamo Kiyomi Nihanashiawa. いつ小麦タンパクが供給されなくなっても安泰だね。Ali, Kikoit Heno Yaloka. 世界情勢なんかに負けないよ。Mimi Tau Natalu Yang. ベンチタイムの間にドライカレーを作っておこう。具材はナス、ピーマン、じゃがいも、人参、鶏ひき肉。前回の使い回し感が否めない。じゃがいもと人参はさいの目にカットしてレンチンだ。
みんなが知っていることをドヤ顔で言うよ。サイの目切りって動物のサイじゃなくてサイコロのサイなんだよ。私は結構大人になるまでサイの目だと思っていたよ。さあ、マイクロウェーブを浴びておいで。彩りに全振りしてもらうピーマン。前回の料理の残り物だね。夏野菜の色ってパワフルだよね。最近ナスが安くて買うのをやめられない病気なんだ。農家さん直売コーナーには足を向けて眠れないね。さあ、食材を生姜ニンニクオイルで炒めよう。ナスも鶏ひき肉も躊躇なくいくよ。レンチン野菜も合流だ。水を少々と合法パウダー。隠し味の醤油をたらり。おい彩りピーマンを添加したらケチャップとカレー粉で仕上げだ。やる気ある？そんな脱力系ドライカレーだ。パーリバの守り猫たちを隠し撮り。かわいい。ドライカレーの粗熱を取りつつパンを成形していく。平たく伸ばしてフライパンで焼くだけなんだけどね。お待たせしました。本日のポッドキャスト紹介コーナー。待ってない？ああ、いいさ。勝手に語らせてもらうよ。私の YouTube ポッドキャスト、料理系 YouTuber の裏の顔でほぼ毎日配信しているポッドキャストの紹介をするよ。今回は本日午前11時に公開したこれ、月が作る宝石、真珠と宇宙のバイオリズム。宣伝の途中ですが、焼いていこうか。まずは軽く下焼きをする。後で具材を乗せてしっかり焼くから、とりあえず表面が乾くくらいまで焼いてみよう。さて、ポッドキャストの宣伝に戻るよ。古代より多くの人々を魅了してきた真珠。この美しい宝石が実は月と深い絆で結ばれているというお話。小さな貝たちは宇宙の壮大なリズムを感じ取りながらあの輝きを紡ぎ出している。
自然の流れに逆らわず、海の底で静かに、しかし確実に宇宙と対話している貝たち。天文学と結晶学が交差するロマンチックで不思議な海のお話です。私たちが心地よく生きるためのヒントが見えてきそうだね。そんなポッドキャストは概要欄から聞いてね。さて、それでは本格的にガレット風に仕上げていこうか。生地の上にドライカレーを乗せて真ん中のポケットに卵。もちろんチーズも欠かせないよね。ガレット風に四辺を折りたたんで蒸し焼きにしよう。巨大なガレットだな。油を引くのを忘れてた。なんとかフライパンから引き剥がしたよ。同じ鉄はもう踏まない。気を取り直して焼いていこう。ガレットと聞くと、おしゃれなカフェで提供されているものってイメージだよね。フランスのブルターニュ地方で生まれた伝統のガレット。その起源は決して豊かとは言えない過酷な大地にあったんだ。ブルターニュ地方は岩が多くて酸性の土壌。気候も冷たく雨が多いため、小麦が全く育たない不毛の地。そんな土地で飢えに苦しむ人々を救ったのがアジアから伝わってきた蕎麦。蕎麦は痩せた土地でもわずか3ヶ月ほどで育つという強い生命力を持っている。ガレットの途中ですが、スコップクッキーパイのお知らせです。冷凍庫に半永久的に眠っていた私の主食のパンを発見したんだ。冷凍焼け一歩手前のやばい姿になっていたので、これで無理やりスイーツを作ろう。ガレットと同時進行、忙しい。この小さいガレットは私のものだ。小さいと言っても比較対象のガレットが大きすぎてさほど小さくもないんだけどね。ブラックサンダー37円。今 SNS でスコップクッキーパイが流行ってるよね。イメージはあれ。パンを崩して豆乳と卵とバターを混ぜて焼くだけ。オーブントースターで7分焼いてみる。ガレットに話を戻そう。当時は現代のようにハムやチーズ、卵を包むようなスタイルではなかったんだ。ただ、そばの粉を水で練って熱した平らな石の上で薄く焼き上げる。それを手でちぎってスープに浸したりバターを塗ってそのまま食べていた。
現代のスタイルが生まれたのは20世紀の半ば、1950年代以降のことらしい。結構新しいんだよね。ちぎって食べるパンからナイフとフォークで食べるパンに昇格したガレット。今日は私もナイフとフォークでいただいてみようかな。巨大なドライカレーガレットの完成だ。それではいただこうか。テーブルにどうやって乗せようか悩んだ挙句、まな板に並べてみた。過去一でセンターの圧迫感がすごい。そば粉ではなく米ぬか入りの中力粉、おまけに酵母まで入っているガレット。しかもドライカレー使用。もはやガレットとは似ても似つかないものになってしまった。でもいいよね。家庭料理だもんね。そう、これは忠実なルールなどない家庭料理。家庭料理という枕言葉をつければ、料理のジャンルが無限に広がる現象。便利な言葉だ。この酵母入りドライカレーガレット、飛ぶほど美味しい。調べてみたら本場では酵母を入れるパターンもあるみたいだ。今度は酵母なしで比較してみようかな。ドライカレーガレット美味しかった。また見てね。今日の合言葉覚えてる？ブラックサンダー。